皆さんこんにちは。アンの茶道生活へようこそ。このチャンネルでは茶道を通して美しき日本、そして一碗に込められたお茶の世界を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。茶事とは茶室にお客様をお招きし、お食事とお茶のフルコースを提供する日本流の最高のおもてなしと今まで何とか紹介してまいりました。ではそのおもてなしは茶道経験者の中だけで行われるものなの？そんなのもったいない。日本式のスタイルでもっとたくさんの方をおもてなしたい。そんな思いで本日端午の節句にちなんだ茶事を開催しました。正客と次客は茶道未経験者の方々です。緊張気味のお二人には茶道経験者の連客が茶事での基本的な作法をサポートします。また全体的な流れについては亭主である私の方で案内してまいります。それではその様子を一緒に見てまいりましょう。お客様には隣のリビングで身支度を整え、まずは白湯で喉を潤していただきます。午前11時、席入りの時間となりました。お客様が座についた頃合いを見て皆様とご挨拶を交わします。本日はお招きいただきありがとうございます。本日はようこそおいでいただきましてありがとうございます。初めての茶事楽しみにしております。少し緊張気味のご様子。一人一人挨拶を交わし終え、釜の蓋を切って食事をお出しします。そうです。5月になると気温も上がるため、茶事の流れは今までご紹介した隅田前からではなく、茶会席から始まります。お敷を持って皆様に手渡しします。お客様には飯碗と汁碗の開け方、召し上がり方をご案内します。続けて酒器と酒杯を持って正客からお酒をついで回ります。お酒が出てからお客様は向こう付けに箸をつけることができます。これも茶会席のいただき方のポイントです。次にボタンが描かれた煮物碗をお出しします。茶会席のメインディッシュとされていますが、この後続く料理のために少しシンプルにいたしました。焼き物はサワラの西京漬けをお出しします。サワラを薄く切って西京味噌で一晩漬けたものです。2本目のお酒をお客様に勧めます。飲めない方は無理をされないようお食事を楽しんでくださいね。さて、ここでちまきの登場です。中国由来とされる端午の節句。このちまきは日本の古墳時代から中国で食べられてきました。それが後々日本に伝わり、今では日本各地それぞれの形や味がありますね。皆さんには元祖のちまきを食べていただこうと昨夜作りました。美しい着物を汚さないよう、私の方で竹の皮から取り外します。指先を拭く紙茶巾も用意しました。もち米とお肉などの具材がたっぷり入ったちまきなので、ご飯のおかわりはあえてお出ししていません。ちまきの後はさっぱりとした高野豆腐やナスなどの炊き合わせをお出しします。ここでこすいものを出して箸先や口の中を一旦清めていただきます。八寸と酒器を持ってもう一度お酒を勧めます。お客様にお酒を継ぎ、吸い物碗の蓋を借りて八寸の料理をお取りします。今回も千鳥の杯は控えさせていただきました。皆さんお食事とお酒もいい具合になったようなので、ゆすぎと香のものをお持ちします。碗の中をきれいに清めて茶会席の終了です。食事が終わったことを亭主に知らせる箸の落とし方を大先輩に教わっていました。さあ、炭手前です。このチャンネルでは
初めての風呂の炭手前。5月からはお客様から火を遠ざけるため、このように風呂と呼ばれるものに釜を据えて湯を沸かします。釜も小ぶりになるため、お湯は沸くのにもさほど時間がかかりません。10月まではこの風呂を使ってお茶を楽しみます。炭手前が終わり、おもがしをお出しします。2色の鯉のぼりをお作りしました。お菓子を召し上がった後、仲立ちをしていただき、お部屋を改め、いよいよお茶をいただく時間となります。濃茶は茶事のメインイベントです。ここで使う茶入れや抹茶碗は、濃茶の席に合うものを選ばなければなりません。基本的には無地の茶碗を使います。絵が描かれたものや風格のないものは使いません。そして茶刀として歴史があるもの、一般的には一楽二萩三唐津4に井戸茶碗。今回はその中から楽焼き、萩焼き、楽焼きの脇釜だった大火焼きを使わせていただきました。芳醇な香りの濃茶を飲んでいただき、最後に使用したお道具をご紹介しました。ここで一度炭を直して薄茶の準備に入ります。まずはお楽にどうぞの意味としてタバコ本を正客の前へ、そして座布団を一人ずつお出しし、くつろいでいただきます。薄茶用の干菓子は菖蒲の花をかたどったものなどを用意しました。薄茶は紅茶と違ってお茶碗に格を求めることはありません。本日は端午の節句にちなんで、兜や勇ましくかける馬の絵が描かれたお茶碗を使いました。このような季節の茶碗はその月または季節にだけお出しします。干支が描かれた茶碗など、ものによっては12年に一度だけということもあります。皆さんが出されたお茶碗で季節を感じ取りながら、茶事は終盤を迎えました。皆さんいかがでしたでしょうか。お茶の醍醐味は茶事にあると言っても過言ではありません。美味しい食事にお茶とお菓子、季節にちなんだお道具の取り合わせなど、お客さんをもてなすために心を尽くします。日本文化に興味のある方、お茶を習いたいと思われた方、ぜひその魅力を体験していただきたいです。本日お見えになられた茶道未経験者のお二人は、最初緊張されていた様子でしたが、充実した時間を過ごされたとお礼の連絡がありました。また本日の茶事でお出しした中華ちまきとおもがしの鯉のぼりの作り方は別の動画でご紹介いたします。概要欄にてご確認ください。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。